皆さん、こんにちは、こんばんは。ホビービルドプラスの HBR9 です。今回は、1975年に放送された東映の特撮ヒーロー番組、アクマイザー3に登場するメカを、2003年にバンダイが販売したガリバードと、その放送当時の視点も交えて解説した動画です。アクマイザー3は、1975年10月7日から、1976年6月29日に NET 系列で放送された東映のヒーロー番組で毎週火曜日19時から全38話が放送された30分枠の番組です。変身ヒーローブームの中で当初は全く変身しない3人の正義の味方として逆に話題になった変わったヒーローでした。ガリバード360度回転アクマイザー3変身変わるんだらガリバードガリバーキャノン発射、アクマイザー3は、デビルマンと同じく、名前の通り、悪魔で、ザビタンは、悪魔族と、人間の母との間に生まれた存在で、第1話頭から、すでに悪魔族と対立する、正義の味方で、イビルとガブラは、ザビタンの始末しに来ますが、ザビタンの言動に惹かれ、共鳴して、ザビタンの仲間になり、アクマイザー3を結成して、地底世界ダウンワールドの、悪魔族から、地上の人間を守るために戦った、3人のヒーローです。ガリバードは、ガリバー A と、ガリバー B、ガリバー C の3台のバイクが、変形合体した状態で、3台が、横に並んで、トライキャッチと叫ぶと、一つのガリバードになります。最高時速は333キロで、ガリバーよりもスピードが上がり、敵に追いつくことができて、ガリバーキャノンを発射することができて、両サイドカーとも、言われるマシンです。アクマイザー3は仮面ライダーの制作予算の半分で制作されたとのことで、そのために俳優が変身するという変身ヒーローではなく、変身後の姿で展開する形でスタートしています。確かに俳優の分は予算削減できているのはわかりますが、表情の変化のためなどにザビタンやイビルはマスクを1キャラについて数種類用意したり、ザビタンは悪魔の紋章で頭に赤い亀裂が入るなど、別のマスクなども作られ、バイクも、ガリバーより、同時期の仮面ライダーストロンガーの、カブトローの方が、変身前後でも変わらず、コスト抑えめの、オートバイに見えたので、さらに、ガリバー3台にプラスして、4台目は、ガリバーよりも、豪華な、ガリバードまでが登場しました。その上、驚くことに、かなり特撮シーンが多く、ザイダベック号も、幽霊船モードにしと、変形シーン、代々木の競技場からの発進場面や、北極も、何度か登場し、地下世界への降下場面や、悪魔族も、ドリル戦車、飛行戦車など、様々なメカを登場させ、敵基地や、破壊シーン、合成や、光線など、特撮場面が結構あるので、とても予算が半分とは思えない映像で、むしろ、テレビ画面的には、子供には予算が多いような印象を受ける、謎の、特撮ヒーロー番組でした。アクマイザー3は、当初は、変身ヒーローではなくスタートしますが、第17話から、魔法が使えるようになり、魔法力の、変わるんだら、で、ザビタンが、人間体に化けて、以後、ナブモ、ケンジという、人間体でのザビタンも、登場することになります。変身は、ウルトラセブンと同じく、人間の方が変身体で、変身を解除した状態が、ヒーローの姿というパターンですが、17話からだったのと、戻るんだらと言いながら、ザビタンに変身しますけども、掛け声は、かっこよくありませんでしたが、ナブモ、ケンジの正体は、一応、秘密にされて、ザビタンと、ナブモケンジが一緒にいないと、疑われつつも、白を切り通します。イビルやガブラは、人間体にはならないので、変身ヒーローという認識の低いイメージになっていて、変身だけするなら、ガブラは、25話から、変わるんだら、ガブラッチョ、で、ダチョウのような姿に、変身することができるようになります。おそらく、ダチョウへの変身は、当時の子供が思う、変身ヒーローでは、なかったのかと思いますが、意外な変身、ガブラッチョは、子供に、大受けして、後半の番組に、貢献しています。当時の、アクマイザー3は、玩具は、タカトクと、ブルマークが販売、プラモデル、本や、レコード、などが販売されました。ある意味、当然ですが、一つの番組で、3人のヒーローがいるので、1体ではなく、3体売れる率が高くて、5人よりも、
コンプリートのハードルが低かったので、揃えやすいことなどが幸いしたのか、特撮シーンが多く、ザイダベック号やガリバードなどのメカは、仮面ライダーよりも、玩具的には、強く、続編の構想が生まれて、アクマイザー3、マジンハンターという続編のアイディアが立ち上がりました。アクマイザー3は、コメディ要素も多く、後半は特にコメディが強化されましたが、最後は、大魔王ガルバーに魂を、カプセルに閉じ込められて、ラスボスを退治できずに終わる悲劇でした。アクマイザー3は、おもちゃなどは、そこそこ好調で、スポンサーからの要望として、続編の構想が練られました。アクマイザー3パート2というタイトルから、アクマイザー3マジンハンターという強化バージョン的な続編案になり、ほとんど別の作品、超人ビビューンとして放送されましたけども、一応、超人ビビューンの設定には、悪魔族から自らを犠牲にして滅亡させた大魔王ガルバーの呪いで、アクマイザー3の魂をカプセルの中に閉じ込められた最終回から、妖怪研究者の大魔博士の手により、魂と一つになり、月村慶が超人ビビューンに、菅一郎がイビルの魂から超人バシャーン、渡部ゴウがガブラの魂から超人ズシーンになり、3人の超人として大魔王ガルバーと戦う敵がそのまま継続する続編であり、別作品でもある変わったリレー、超人ビビューンの1話にはアクマイザー3が登場していて、あまり類がないバトンタッチがなされました。ガリバードは3台のガリバー A、ガリバー B、ガリバー C が横並びで走行してトライキャッチと叫ぶと光一つのガリバードになります。そのガブラとイビルの外側の翼の下に左右で2方もなるのがガリバーキャノンです。ガリバードのメイン武器として活躍しましたが、ギミックにはないので映像で再現してみましたのでご覧ください。アクマイザー3は仮面ライダーの半分の予算の制作費なのに地球空洞説からのダウンワールドを描いて北極や地底までを舞台にした東映特撮ヒーローで他の作品は海外から来た敵などはセリフでは説明されますが主人公が北極や地球空洞へ行くようなアクマイザー3のようなスケール感はありません。バイクも単車のオートバイやサイドマシンは登場しても3人が1台に乗る実車はそれまでにはない大きなインパクトのメカでした。当時も高徳のシルバー合金にはなりましたけども、ザビタンしか乗っていない、少し寂しいガリバードでしたので、バンダイが3人揃った姿を28年後に再現してくれた、キャラウィール、アクマイザー3のガリバードの動画でした。それではまた次回は別のおもちゃの紹介でお会いしましょう。おもろかったわ、よかったわ、という方はグッドボタンチャンネル登録をよろしくお願いします。ホビービルドプラスのブログサイトでは500点以上のおもちゃレビューや改良やメンテナンス方法などを紹介、様々なシリーズのラインナップリストなどを公開してますので、ぜひホビービルドプラスで検索してみてください。では、今回はこの辺で、またね、HBR9 でした。バイバイ。